もともとシグナルでつけたのすごいもうオープン直近だったんですけど、発信とか、それこそ信号とかそういう意味なんですけど、うちからこうみんなにこうファッションを届けたいみたいな意味合いでシグナルっていう名前にしましたね。園田孝也です。年は28歳になりました。シグナルの店長です。店は6年前ですね。6年間やってます。結構シンプルなものとかでもちょっと一癖あったりとか、若干他とは違ったものっていうのを結構テーマにはして揃えてますね。内装のこだわりは結構もうオープンする前から壁とか床は全部白に統一しようと思ってて、もともとここもウッド調の全部茶色の壁だったんですけど、自分で全部白に塗って、なんか白にするとなんか洋服の色とか形とかがすごい際立つというか、あとはもう極力小物とか配置はシンプルに並べるようにしましたね。あれはエッシャーですね。アメリカ行った時に合うかなと思ってあんま縦長の絵ってないんですけどね、エッシャーでだいたい横長なんでちょっと持って帰りづらかったんですけど、あれ縦で U ホールに入りやすかったんで持って帰りました。あんまりこううちの方からこういう店だっていうふうには提案がなくて、逆にもう来たお客さんの感じ方とか捉え方っていうのをすごい大事にしたいなっていうのは思ってて、それがあるから結構なんかジャンルレスだし、なんかボーダーレスというか、扱う年代とかブランドとかジャンルとかはあまり定めずに、来た方のこれいいなって思うような一着があればいいかなとは思っています。もともと僕は美容学校卒業して、で古着屋に働いてて、で一応なんか大きいお店の古着屋だったんですけど、そこで働いてた時に急にアルバイトしてたら社長に「お店やってくれない？」みたいに言われて、ちょっと迷って「やります」って言ったらなんかこうなっちゃったっていうかそうですね、もう1年経たないうちに店長になって、でアメリカもオープン前に1回行って初めて買い付けしてっていうのがあって、すごいなんか急ピッチで店ができてみたいな感じでしたね。世の中の古着屋の市場価値とかこういい悪いみたいなのって結局あると思うんですけど、そういうのじゃなくて自分がこれ一番いいなって思うものが見つかるっていうのが強みというか、うちにしかないものがあるみたいなのは結構強みだなとは思ってます。そうですね、基本的には若い方が最近は多いですけど、20代前半の子たちと、あとは結構30代の40代とかの働かれてる方たちとかも結構来店していただいてますね。うちは色味をベースに揃えてて、結構この辺だったらナチュラルカラーとホワイトとか、こっちだったらちょっと原色の赤系から徐々にグラデーションでピンクからオレンジにしてたりとか、こっちは逆にちょっとベージュ系のカラーリングを結構こう揃えて並べてっていう、結構色メインのラック配置にしてますね。真ん中は一応レディースなんですけど、この辺は結構メンズでも見ていってくれる人が多くて、ここは全部レディースで統一してます。こっちはちょっとカラーがある方で、こっちはブラックとちょっとモノトーン系のアイテムを配置してますね。レディースはこの2ラックだけになってます。アクセサリーは基本的にネックレス、ブレスレットとリング、今ちょっとリングないですけどと、あと結構財布とか、靴下とか、基本的になんか小物はちょいちょい入荷して置いてますね。ここは夏物なんで、T シャツラックですね。バリエーションはあんまりバンティーとかっていうよりはちょっと古臭い感じだったり、一癖あるようなプリントのものとかを意識して揃えてますね。照明はなんかちょっとラックごとにちょっとこういうスポットライトを当てて影を出して服のように立体感を持たせたりとか、あとは全部ほとんどこの辺は白で統一して汚れとかがちゃんと見えるようにというか、コンディションが分かりやすくするようにライティングは白にしてて、ここだけちょっとヴィンテージっぽいものを置いてるんで茶系の色味のライトを使ってますね。
なんかこれとかは吉祥寺の雑貨屋で一目惚れして買っちゃったんですけど、光るもの好きで、照明とかなんかこういうのをちょっと定期的に集めたいなとは思ってますね。ラックかけちゃうと結局横でしか見えないんで、なんかフロントでこう見せたいなって思うものは定期的にこういう感じでレイアウトしてますね。ああいうちょっとフロントのデザインが効いてたりとか、あとこういう 50s のユーロのモールスキンみたいな経年変化を感じられる服だったりとか、こういうちょっとリメイクのオーバーオールみたいな全体で見てほしいもの、結構こういう感じでちょっと半分家具じゃないですけど、なんかそういうイメージでかけてますね。今後はあまりこう拡大していくみたいな規模を広げるとかは考えてないんですけど、逆にちょっとこう奥行きを持たせたいなとは思ってて、例えばオリジナルのブランドをやってみたりとか、リメイクとかでちょっと唯一無二のものを作ってみようかなとか、そういうふうには思ってますね。毎日違う服装がしたい人間なんで、できるだけいろんな服装はしようと思ってますね。夏だけど、T シャツは着なかったり、絶対ロン T かこういうちょっと薄手のジャケット羽織るか、長袖のシャツをこう重ねて着るかとか、なんか1枚こうレイヤード絶対するとか、ちょっとこうどっかにポイントを持たせるファッションは心がけてますね。今日は赤と白の組み合わせすごい好きで、基本的にめでたい組み合わせ好きなんで、金とかシルバーとかパンツにちょっと色を持たせたりして、上は白で統一して、あとはアクセサリーでちょっと厚みを出してというかポイントを作ってみたいな感じですね。ある意味ここの店をやらなかったら出会えなかった人とか、自分がこの仕事をやってなかったら出会えなかった人ってすごいたくさんいて、なんかそういう人たちと、洋服を通じてコミュニケーションが取れたりとか、一古着屋をやってる人間としての自分がいることとか、この街で働いてるっていう、自信みたいなものとか、そういうのはすごいあって、なんかこう自分が知らなくても誰かが店のことを知ってくれてて、シグナルの店長さんなんですねみたいな声をかけてくれたりとかしてくれた瞬間に、この街で6年ですけどまだなんかやってて、少しずつ浸透してっててよかったなとは思いますね。高校1年の頃からずっと古着が好きで、古着屋にすごい回ってて、最初は美容学校に卒業した後すぐ入ったんですけど、なんかやってるうちに俺のやりたいことこれじゃないのかなって思って、卒業したらすぐアパレルに入ろうと思って、なんとなくもう本当にアパレルで一生やっていこうとか思わなくて、単純に好きな服を着て仕事がしたいからアパレルに入ったみたいなのが一番大きななんか理由だったかもしれないですね。ある意味すごい一人のお客さんを、お客さんとしてのそのなんかお客さんの垣根っていうか境界線を越えて人間同士っていうか気の合う者同士で付き合える関係に慣れてる人が多いというか、洋服を買いに来るだけじゃなくて、なんかいろいろ相談事してくれたりとか、プライベートな話も交えながら接客したりとか、そういう部分で一人のこう人の人生に関われてるみたいな。だからそこにうちの服もこうセットで入ってて、なんかそういうのはすごいここでしかできないことなのかなっていう、うちのスタンスだからこそのこう距離感なのかなとは思いますね。今はとりあえずというか服がすげえ好きなんで、古着屋をずっと続けたいって思うんですけど、本当にゆくゆく他にやりたいことがあったら洋服屋をやりながら他のなんか飲食業だったりとか、なんかそういうものもチャレンジしてみたいし、とりあえず今これがやりたいとかこれが楽しいって思う瞬間になんかすぐ行動に移せる将来でありたいなとは思ってます。下北に来たら一度寄ってほしいです。